真面目ゴリ。こんにちは、環境系 YouTuber のかなごりです。今日はグリーンウォッシングっていう言葉について少し話をしたいと思います。かなごり。皆さんはグリーンウォッシングっていう言葉を聞いたことがありますか？そう、私も去年まで知らなくて、グリーンウォッシングって何？グリーンのウォッシングだから緑を洗うみたいな、なんかよく意味がわかんなくって、簡単に言うと、グリーンウォッシングは環境にいいって言ってるけど、ただの見せかけのエコっていうことになります。そのグリーンウォッシング、どういう語源でこういう風な言葉が生まれたのかっていうと、もともとはホワイトウォッシングっていう言葉があって、例えばこういう白い壁、その壁を剥がれたりしたら白いのでこうやって塗ってごまかす、表面上だけの綺麗、そういう造語でグリーンウォッシングっていう言葉ができました。で、この言葉はもう1980年代ぐらいからもうヨーロッパの方を中心に使うようになって、今もう世界中に広まって、日本でも今よく聞くようにはなってきていると思います。最近日本でも、エコバッグだったりエコな商品っていっぱい今目にすると思うんですけど、じゃあ果たしてそれが本当にエコなものなのかって考える人は少ないと思います。これエコなんだ、なんか良さそうだから買っちゃおうみたいな、やっぱりマーケティングの力って環境に優しいことしてるんですよっていう私たちに思わせてっていうこともできるのもマーケティングだし、本当にいいことをして本当のことを伝えてるのもマーケティングだから、その商品の価値を見極めるのは私たち消費者だと私は思います。すごい分かりやすい例で言うと、2009年にヨーロッパのマクドナルドで、こういうロゴを出したんですよね。環境に良さそうな色はしているけど環境にいいことしてない。だからもう速攻でもうめちゃめちゃ言われてなしになったんですけど、で最近 H&M とかでもあるんだよね、回収ボックスが。着た服を、古着をそこの回収ボックスに入れて、でそれを使ってまた商品を作ってますっていう、なんかそれもグリーンウォッシングじゃないかっていうのは言われていて、結局そのリサイクルをしてそれをやったらクーポン券がもらえると。これリサイクルできるからもっと買ってください服。結局さらなる消費を促している。じゃあそこでまたファストファッションの服を買わせる。そういうサイクルを作って、結局根本的な労働環境だったりそういうことが変わっていないっていうのが現実なのかなと思います。この言葉を知っておくことによって、これからエコな商品を選ぶときに、これは本当にエコかな、本当に環境に優しい取り組みをしている会社なのかな、そうやって考えることができたら私はいいことなのかなと思います。ここでグリーンウォッシングの見分け方が10個あるので、それをバーッと簡単に話していきます。まず1つ目がふわっとした言葉、エコフレンドリーとか、なんか何がエコなの結局みたいな、そういう曖昧な言葉で私たちをコントロールしようとする。2番が裏で環境に悪いことをしている。例えば、労働環境だったり、川を汚しちゃう、海を汚しちゃう工場とか、その企業の裏側で環境に良くないことをして、で売る時にはエコだよって言って売っているような会社。3番は連想させるイメージや色を使うこと。例えば緑色の環境に良さそうな画像を使ってるとか、環境にいいと連想させてしまうようなイメージを使っているっていうところで、次4番が一点の強調。それは何かっていうと、もうこれめっちゃうち環境にいいことしてるんですよ、これみたいな、それ以外はどうすんのみたいな、なんか結局根本的に改善されてないのに、そういう一つの商品だけでなんか強調してくる、そういう会社もちょっとどうなのって、グリーンウォッシングじゃないっていう感じになります。5番目、業界ナンバーワン。この業界でナンバーワンにエコなことしてますよって、それって言い方次第、他の比べてるところがひどすぎる、そこよりもちょっといいだけでうちはめちゃめちゃいいことしてますみたいな言い方をしてしまうのは過度なんじゃないかな。それも見極めるポイントの一つに入っています。6番目、ただただ信用できない。危険なものに環境に優しいっていうラベルを貼ってしまうみたいな。大概の人は多分気づくと思うんですけど、そういうふうなことも言われてます。7番が分かりにくい表現。じゃあ例えば科学的にとか、めちゃめちゃなんか専門用語みたいなのをすごい使ってきて、なんかもうこっちはシンプルに知りたいのに理解できない情報を使って惑わすっていうのもあるみたい。次に、8番が第三者機関のふりをする。第三者の人が認めてくれてるよ、なんか推奨してくれてますよとか、自社だけで勝手にやってることなのにそういうことを利用するっていう会社もあるみたい。怖いよね本当に。で9番、もうはいって感じなんですけど、なんかもう
根拠がないことを言っている。もう正しいかもわからないのに根拠がないことを言っている。この会社何言ってんのみたいな、そういう言葉を並べている会社も要注意。で、最後の10個目が、もうあからさまに嘘。これは完全にやばいやつだと思うんですけど、でっち上げで作られたデータとか内容が利用されて、でそれでエコ商品ですよっていう風に売り出している、そういう会社もあるみたい。難しい。こんなこと言われてもでも正直難しいと思うんですよね。何が結局正しいのかみたいな。なのでちょっと調べたらグリーンウォッシュを避けるための6つの方法があるみたいなので、それをちょっと話したいと思います。まず1、ピュアとかナチュラル、あとはエコ、天然とか、そういうワードにほぼ意味はないっていう認識を持っておく。結局そのワードで勝手に連想させられる。エコだからエコ。こういう言葉を使用するのにルールや規則はないんだって。だから何だって言えるっちゃ言えるんですよね。発信することに規則がないっていうのが大きな問題だと思うけれども、そういう言葉をただ単に信じ込むんじゃなくて、一度疑ってから何かアクションを起こす。2番がパッケージのイメージだけで判断しない。じゃあパッケージに例えばお花とか葉っぱとかそういうのがついてて、わーこれ超エコっぽいみたいな、そういうイメージで買ってしまって、裏見たらめちゃめちゃ石油使ってたり、すごい悪い原料を使っている可能性がある。だからよくリストも見るっていうのは大事。3番がブランドの全体像をチェックする。これも、さっきも言ったんですけど、一つの商品だけめちゃめちゃエコなことをしてる。私はそれでも大きな一歩なんじゃないかなとは正直思うけど、でも結局別の商品ですごい環境に悪い、もうめちゃめちゃ汚水流してますミニみたいな、奴隷のように発展途上国の人たちを働かせてみたいな、そういう悪い環境でやってるのにもかかわらず、すごいエコですよ、キラキラしてますよみたいな、もっと全体感で見た方がいいよって、全体を見てこのブランドにした方がいいかなって決める方がいいですよっていうところで、4番、これなかなか難しいかもしれないけど、判断がつかない時は質問する。企業に質問して、でそれですんなり答えてくれたら、そこってやっぱり自信を持って環境に優しいことを取り組んでいるわけだから、答えられる可能性がある。だから本当に気になる場合は質問して、そこをもう超クリアにやるのは難しいかもしれないけど、でもそういうこともできるっていう。5番、信頼できる認証マークを探す。企業とかブランドだけが言ってることを鵜呑みにしないで、認証マークとかがちゃんと使われているとか、そういうところから判断することもできる。でいろいろ調べてみて、やっぱりいろんなマークがあるんです。で自社で勝手に作ってるマークもあるみたいだから、何が本当にいいのかっていうのは見極めるのはすごい難しいと思うんですけど、信頼のできる認証制度として国際的に使われてる代表的なマークがあるので、ちょっとその3つを紹介したいと思います。海のエコラベル、このラベル、あとは RSPO 認証、これはパームオイルとかのラベル、これレインフォレストアライアンス認証、この3つです。でこれちょっとマークのこととかもいろいろもっと調べれば僕は深いと思うんですけど、これはかなり世界的に使われているマークみたいです。なるほどね。思うように動いてるの私は嫌なんで、もうはいしめしめみたいな、これで買ったわみたいな、なんか環境にいいと思って買いやがったみたいな感じで思ってた人したら、すごい私はもうないんだよみたいな感じになるから、賢い消費者として自分から調べて選ぶ習慣を作る。もうちょっとなんていうのか、ラベルを見るのもそうだし、マークを一つ知るでもいいし、そういうところから自分が買うものをもう少し選んでみる、知ってみる、そういうのは大事なことだと私は思います。で私もまだまだ全然すごい詳しくないから、これからもっと勉強しなきゃなっていうのは今回こういうことを動画にするにあたって思いました。なので、マークのこと一つにしても、知らないことって本当に溢れてるから、もう知ると面白いし、全部完璧は無理だなって思います。だけどやっぱり生産者を変えるために、私たちは行動に移すべきだから、もうグリーンウォッシングだ、この会社買わない、そうなったら私もそこで買わない、私もそこで買わないってなったら、その会社はもう致命的になるから変わらず得ない。でもそういうのって消費者にはパワーがあるので、一人一人の力ってそれだけ意味があるんだよっていうのをちょっとこの動画で分かってくれたら嬉しいです。でグリーンウォッシングっていう言葉について今説明してきたんですけど、少し分かりましたか？ちょっと私も勉強したり、まだまだ言葉が拙なくて分かりづらかったところあると思うんですけど、こうやって自分も学んだことだったり、みんなも知っといた方がいいなっていうことを動画でシェアしているので、次の動画を見てくれたら嬉しいです。さよなら、バイバーイ。